皆さんこんにちは。シャンプーソムリエよしきです。今日は、ちょっとしたねシャンプーの紹介なんですけど、普段はあんまりこれおすすめですよみたいなおすすめ商品の紹介っていうのはちょっと意図的に避けています。なぜかというと、合うシャンプーっていうのはね人それぞれなんで、僕がいやこれおすすめですよって言って使って合わないパターンもねもちろんあるので、結構気をつけてやってはいるんですけど、今回ちょっと使ってみてすごく良かったし質も高かったので、テストとして使ってみようかなと思ってるシャンプーの紹介をしようかなと思ってます。実際に買って使ったファーストタッチの感想になるかなと思うんですけど、使ったのは妻の頭で、私がシャンプーをして使いました。妻はブリーチ毛で結構ブリーチしてますね。で頭皮はちょっと汚れやすいタイプだということなんで、こちらのシャンプー使ってみてどうだったのかなというところでございます。でブリーチ毛ということはダメージしていて、でしかも汚れやすくてちゃんと汚れも落としたいっていうのはややこしい髪の毛なんですよね、シャンプーを選ぶにあたっては。である程度まで対応できるんじゃないかなと思ったのがこのシャンプーですね。青 BC コネクトシャンプーというシャンプーでございます。ファーストタッチの質感がすごく良かったので、レビューというよりは体験談という形でちょっと聞いていただけたらいいなと思います。結論から言うと軽いのにまとまる、そんで香りが良くて質感もいいシャンプーでした。で洗った後の頭皮の感じもすごく良かったんですね。で頭皮にもこれフォーカスしたシャンプーなんで後でちょっと説明加えますけれども、非常にいいんじゃないかなと考えています。特に香りがすごく良かったっていうのも一つのポイントアップの点で、僕香りの表現を言語化するのが苦手なんでいい匂いですとしか言えないんですけど、かなり高級感のある香りで万人向けと言っても過言ではない香りなんじゃないですか。僕はすごい好きで、妻もすごく喜んでました。めっちゃいい匂い、今日から使いたいって言ってましたね。で泡立ち、洗い心地、香りに関してなんですけど、泡立ちかなりいいです。テクスチャー、質感がすごい独特で、ワンプッシュでめちゃくちゃ泡が立つんですよ。でかなり硬いというかしっかりしたテクスチャーで濃度が濃いんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっとぜひ使っていただきたい独特な質感です。本当に。で泡の濃度もしっかりしていてへたらないので、しっかり頭皮まで届くような感じがしてますね。ちょっと汚れやすい方なんかだとこれアミノ酸系がメインのものなんですけど、アミノ酸ベースだと泡立てるのちょっと大変だなっていう時もあるんですけど、これめちゃくちゃいいです。で指通りもいいし質感もいいのでめちゃくちゃ使いやすいですね。しかもめっちゃいい匂いなんで、さっきシャンプーして上がった後もすごくいい香りがしてたので、幸せなバスタイムを演出するのにもいいんじゃないかと思います。で今回はトリートメントとかオイルすらつけずに一回乾かしてみたんですね。でブリーチ毛の髪なんで、ある程度の質感が担保できるシャンプーじゃないと、本当にバサッと広がったり引っかかったりしちゃうんですけど、乾かした後の質感がすごく軽いんですよね。とにかく自然に収まるんですがまとまり感もある。で根元もふんわりしてるのに質感は滑らかっていう、で髪の芯が通ってるというかしっかりしているようなイメージがありました。でこれのベースに使われているグルタミン酸系の界面活性剤なんですけど、特徴的に結構保湿感が強くて、特にダメージ毛なんかには結構いい効果が出たりするんですけれども、逆に言うとちょっと重すぎることがあったりするんですね。グルタミン酸系ってヘアケア系のシャンプーに使われていることが多いんですが、滑らかな質感と吸着力の高さでまとまりは良くするっていう反面、吸着成分がちょっと残りやすかったりしてペタッとしやすかったり重くなったり、あとふわっと感がね演出しにくかったりっていうのがあるんですが、これは補助成分に使われているものも見てみるとややグルタミン酸の特徴を生かしながら滑らかさとか、あと保湿感も生かしながら軽さもしっかり演出している。質感でいうとサラッとしたようなイメージ、まとまり感はあるけど質感はサラッとしているような、そんな感じでした。でおそらくなんですが、今結構日本で、多くあるのがエイジング毛、要は髪が細くなってしまったりカラーをされてる方もかなり多いので、そういう方のダメージ、頭皮のダメージや髪のダメージにフォーカスした処方になっている上で、しかもペタッと潰れにくいようなパーマとかでも質感を保てる。パーマって重くなるとだれたりペチャってしやすかったりするんですけど、そういう方に使ってもいいように設計されてるんじゃないかという僕の見解ですけど思いましたね。結構詰めてバランスよく作られてるんじゃないかなっていうイメージです。であとは連続使用してみてどうかっていうところもあるので、実際僕と妻結構両極端、僕はもう何もカラーもしてないしパーマもしてない黒髪のショートですよね。
で妻はショートからミドルの、ブリーチ毛なんですね。かなりブリーチしているので、パサつきとか色抜けとかそういうのもあるかなと思うんですが、両極端でちょっとテストしてみて、あと興味があるお客さんなんかにもちょっとねテスターとして、参加していただいてどんな感じか見てみたいなと思っています。でこれの有効成分というか変わったものが入ってるなというのは、お茶の実分かりますか？お茶の実から作られている茶種子油、これが独特な成分だなと思ったんですが、こちらが結構メインのこのシャンプーの、メインの働きを象徴するような独特なものだと思います。あまり見られないものなので、ちょっと読み上げますけど、お茶の実からほんのわずかしか取れない貴重な天然オイルらしいんですね。でとにかくこれは優秀で、抗酸化力が高くて頭皮を酸化ストレスから守る。で常在菌のバランスを、穏やかに整えて肌のコンディションを保つ。頭皮のバリア機能をサポート、髪の表面に保護膜を作って摩擦や乾燥から守るっていうことらしいんですね。で頭皮の常在菌のバランスを緩やかに整えるっていうのが結構重要だと思っていて、特に頭皮が荒れてる方でこれからの時期、特に夏になってきたりとか梅雨時期になってくると、湿気が原因だったりして雑菌が繁殖しやすくなったりするんですね。で頭皮の、匂いとかってこの雑菌の繁殖の匂いだったりとか、あとそれが原因で炎症を起こしたり荒れたりしてしまうっていうこともあるので、頭皮の環境を整えてくれるっていうのは、いい効果を期待してもいいんじゃないかなと思っています。ここで大事なのがあくまで、頭皮環境を整えるということなので、直接的に例えば白髪が減りますよとか、炎症が収まりますよっていうのを、全ての人に絶対に当てはまるみたいなそういう表現は使えないんですが、日々のシャンプーの習慣の中で乱れがちな頭皮環境を整えていくっていうことはかなり大事なことなので、結果として髪の印象とか悩みにも関わってくるっていうイメージですかね。そんな発想がベースにあるんじゃないかなと思いました。で僕なりに感じたこのシャンプーの狙いなんですけど、毎日使っても頭皮も髪も疲れないっていうことが結構大事なんじゃないかなっていうところにフォーカスしたんじゃないかと思います。極端なホワイトブリーチとかブリーチのロングとかはなかなか完全対応するのは難しいなとは思うんですけど、ただカラーをしている人とかパーマをしている人で頭皮はベタつくけど毛先がパサつくとか、そういう方結構多いかなと思うんですけど、そういう方はじゃあ逆に重すぎるというか保湿効果の高すぎるシャンプーを使うとペタッとしてしまうので、かといって軽すぎるのもちょっと嫌だというか、洗浄力が高すぎるものだと逆にパサパサしてしまうのでそれも嫌だと。そんなバランス難民というか結構多く悩んでる方が多いんじゃないかなと思うんですね。しっとりすぎるのも嫌だし、パワーが強すぎるのも嫌だと。でそういう方なんかに向けて作られたのではないかと私が勝手に分析しています。はい。でこのシャンプー開発したのはシャンプーソムリエの杉本さんという方なんですね。で、滋賀県甲賀市のブルーヘアという美容室を経営されている方なんですけれども、シャンプーソムリエでいうと、理事の方にあたるんで、僕の超大先輩だと思っていただければいいですね。もう僕なんか足元にも及ばないくらいの知識と経験、そしてお客様との対話の理解がある素晴らしい方なんですね。でこの方もブログとかをかなり書かれていっていろいろ参考になるので僕も見させていただいてるんですけれども、オーナーで美容師をやられている上でシャンプーソムリエの理事としても動いていると。でさらに現場での美容師としてもまだもちろんやられているので、美容師が現場で感じた悩みとかお客様の声とかを成分とか設計思想とかそういうのでちゃんと答えてくれるっていう信頼がある方なんですね。ちゃんと解決してくれるんじゃないかっていう信頼のある方なので、さらにこのパッケージにも込められているのかなって思うんですけど、このシンプル、この余計な装飾のないシンプルなパッケージに込められた、使う人が自然に馴染むような、なんかそんなイメージすら感じさせるようなシャンプーだったので、またこのパッケージにもね設計思想がなんか伝わってくるなと感じた一本です。でファーストタッチの感想というか注意点なんですけど、もしこれ興味持って使ってみたいという方いらっしゃったら、かなり濃度が濃いんだと思うんです。でワンプッシュでかなり泡が立ちます。妻の頭がワンプッシュのシャンプーでしっかり使えるレベルで泡が立つことってまあまあないんですねまあまあないんですね。ちょっと汚れやすいのと、あと髪の量がめちゃくちゃ多いんで、なのでそんなないんですけど、
独特なテクスチャーと、しっかりした多分濃度が関係してるんだと思うんですが、かなり泡立ちがいいです。なのでしっかり、シャンプー前にしっかりシャワーで流していただければ、ワンプッシュで大体の方が OK、 短い方なんかは 0.8 とか 0.5 とかで十分いけるんじゃないかなっていう感じの、質感だったので、その点はまあ一つ注意かなっていうところがあります。香りよし、洗い心地よし、仕上がり軽やかな上に成分バランスもしっかりしている設計バランスなんじゃないかと感じました。でなんでわざわざ僕紹介を普段ためらっているのに、これを紹介しようかなと思ったのは、もちろん信頼できる方が作ったシャンプーっていうのもあるんですけど、こういう思想設計がしっかりされているシャンプーでターゲットもしっかりされているのは、見て取れるシャンプーというのは、しかも質が高いものというのは皆さんに紹介してもいいんじゃないかなと思っているんですね。でしかもまだあまり多く出回ってないというか、知る人ぞ知るシャンプーだと思うんです。おそらく去年だったか発売されたものなので、もちろん知り合いの美容師さんとかそういう方たちからこう広まっていって、あのシャンプーいいよねって、お客様喜んでるよねって言ってこう拡散されていくものなんです。本当にいいシャンプーって広告費とかそういうなんだろうな、流通に使うためのコストを削減した分、この中身とか思想とかそういうものにお金を使っているので、こういうのって皆さんが知るまでに結構時間がかかるんですね。ただ私はそれを含めてもこういうのは皆さんにおすすめしてもいいんじゃないかなと思って、勝手にファーストレビューを今取ってます。なのでこれ杉本さんが見て、おい勝手に紹介するんじゃねえよって言われたらどうしようかなって思ってはいるんですが、今日話したね僕の妄想に近いというか、あくまで仮説に近いものが本当に合っているのかどうか、ぜひ杉本さん見ていたら私に、教えてほしいです。ゆっくり話したいというか、このシャンプーを作った理由とか設計思想とか、その辺もね、もしよかったら細かく教えてほしいなっていうところもあるので、ぜひ見ていらっしゃったらね、一緒に動画撮りましょうっていうラブレターでもありました。私も今日から実際使ってみますんで、これが1本終わる頃なのか、1ヶ月後のレビューなのか、1週間のレビューなのか、どこかでまたレビューはしようかなと考えておりますので、そちらのレビューも楽しみにしていてください。ファーストタッチはかなりおすすめ。香りもいい、使用感もいい、設計思想もいいんじゃないかと思います。このチャンネルは美容の本質的な話、僕が実際使ってみてお客様に勧めてみてよかった、こういう結果が出たよっていうシャンプーや商品のお話、僕が実際美容師として感じたお客様のトラブル対策やこんな事例があったよっていう実際僕が体験したお話などを紹介しております。もし老化や美容、あとはシャンプーとかね、化粧品的なお話が好きな方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。